皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、立憲共産のリーダーの一人である枝野代表が辞任を表明しました。これを受けてインターネット上では、枝野やめるなというキーワードがトレンドワード入りする、ちょっとした面白いことになっています。今回は枝野代表辞任を受けて、その後どうなろうとしているのか、ごたごたを少し追っていこうかなと思っています。今回の総選挙によって議席は減らしていますが、一応は野党第一党であることは間違いなく、その動向についてもある程度把握していくことは大事でしょう。それでは関連ニュースをどうぞ。守護神失った。枝野氏辞任。自民落胆の声も。自民党は立憲民主党の枝野代表が辞意表明したことに警戒を強めている。組みしやすいとして続投を希望する声も少なくなかったが、立民の新体制が支持を集めれば、来年夏の参院選で苦戦を強いられる可能性もあるからだ。他党のことなのでコメントは控えたい。選挙結果を踏まえて判断したということだろう。自民の世耕参院幹事長は2日の記者会見で、枝野氏の退陣について言葉を濁すようにこう語った。参院選で立民が失速した背景には、安全保障など基本的な政策をことにする共産党との共闘があった。主導した枝野氏の退場に伴い、立民が路線転換に踏み切ることも予想される。あるベテランは、自民は守護神を失った。辞任は痛いと嘆く。一方、自民の閣僚経験者は、誰が立民の代表になっても、共産や躍進した日本維新の会との関係をめぐり、混乱が続くのではないかと分析した。だが、新代表の誕生で、立民がフレッシュな印象を与えれば、次の参院選では一転して、与党が厳しい戦いを強いられる可能性もある。というわけで、枝野代表が辞任を表明した後になって、様々な関連の出来事が報じられるようになっています。例えばこの画面は朝のテレビ番組において、枝野氏がどれほどの知名度があるか若者を対象として街頭アンケートを行ったものです。その結果として約7割が知らないという結果になりました。また同様にして、特定の選挙区において立憲共産党の候補者に対する投票が一体どの世代から行われているかを調査したものによると、若者の方が投票率は低く、一方において高齢者の方が投票しているといった全体の傾向と同じようなことになっていました。これは枝野代表のやってきたことというのがあくまでも高齢者層に対するアピールにしかならず、若者たちには全く支持されていなかったという証拠でもあります。なお、若者という意味においては自民党の方がより広く支持を集めていたことが選挙後のデータとしては出てきています。さて、今回の野党共闘のその相手である共産党は、じゃあ今回の選挙の結果を受けてどう考えているか、志位委員長はこのように述べています。共産志位委員長、議席減、責任はない。方針は正確と確信。共産党の志位和夫委員長は党本部で記者会見し、衆院選で共産が議席と得票数を減らしたことに対する隕石辞任の可能性を問われ、責任はないと考えると否定した。理由として、我が党は政治責任を取らなければならないのは、間違った政治方針を取った場合だ。今度の選挙では、党の対応でも、野党共闘でも、政策でも、方針そのものは正確だったと確信を持っていると説明した。共産は衆院選で議席数を公示前の12から12、比例代表の得票は前回戦の440万票から416万票にそれぞれ減らした。議席も得票数も落ちているというわけです。このような状態で野党共闘は失敗だったのではないか、そういった報道が多く見られるようになってきました。これに対して志位委員長はこのように反論を行っています。誰が野党共闘をやめさせたがっているか、自民党とその応援団の一部メディアだ。それは共闘の威力を証明するものとなっている。このように述べているわけですが、皆さんもご存知の通り、既存メディアは別に自民党の応援団というわけではありません。むしろ喜んで政権批判を行っている方の人たちです。さて、それでは枝野代表が辞めた後、一体誰が次の代表になるんかなといったところも記事を見ていきましょう。立憲の枝野代表の後任は小川淳也氏が有力。野党共闘は正しかった。記事がちょっと長かったので簡単に要約させてもらいます。テレビコメンテーターの青木里さんによると、野党共闘そのものは正しかった。そして次の代表は小川淳也氏か、もしくは泉健太氏が面白いと述べています。私は立憲民主党の内部の人材について詳しいわけではないので、今回次の代表の有力候補ですよと言われたこの小川淳也さんについて簡単に検索してみました。その時一番最初に出てきたのがこんな言葉でした。朝鮮学校の無償化に全力で取り組みたいといった話などをしています。その発言の中身としては、
朝鮮学校に対する無償化支援というのは、そもそも現在の法律の体系としては非常に困難である。つまり何かしらの手を使わなければならない法改正などを伴うような形での便宜を図る。そのようなことを行っていきたいなという話をしていました。なぜそのようなことをするかといった理由としては、朝鮮学校に通う子供たちというのは、世界市民という視点から見れば、どこに住んでいても彼ら自身の責任はないのだから、朝鮮学校そのものについても国家として支援を行うことが、むしろ人道上においても大事なのではないか。そのような話をしていました。私はこの発言が掘り起こされているのを見て、なんだ北朝鮮との融和政策を取りたいんだなというふうにしかちょっと見えない発言でした。動画の冒頭でご紹介した枝野やめるなというキーワードがインターネット上で一時トレンドワード入りしました。この背景にあるのは、本当に枝野さんには責任など全くないと考えている人たちもそれなりにいたからでしょう。その考え方というのは、もしも野党共闘を行っていなければ、現在のようなマイナス十数議席といったようなレベルではなく、マイナス20とか30とかもっともっと自民党に負けていて、自民党の議席は増加していたかもしれない。そのように考える人たちというのも、ほんのちょっとぐらいはいたからです。ではなぜそのように枝野やめるなという言葉がキーワード入りしたかといえば、そういった枝野さんを擁護する意見ではなく、むしろ枝野さんが代表でいた方が心強いと考える人たちがたくさんいたからでしょう。今回ご紹介した記事にもあるように、枝野代表が続投してくれれば、今後の選挙戦においても非常に戦いやすい相手だと考えるのは、自民党、公明党などいわゆる政権側の人間としては自然な考え方というものです。選挙が終わった後から言えることとしては、例えば若者たちはそもそも枝野さんを全く知りませんよという人が非常に多くいる。ずっと代表をしていたはずなのに誰も知らないというのは、彼の存在感というものが非常に小さいことを意味しています。また、そうした選挙に積極的に参加していない若者たちを一旦横に置いていたとしても、共産党と手を組むことによってこれまでの支持者たちの離脱といったものもデータ的には現れています。大規模な労働組合なども共産党との協力関係に対して拒絶反応を示しており、そのことは今後どんどんと広がる動きを見せています。ですから野党共闘が正しかったということを言って共産党との関係を深めれば深めるほど、今までの支持者離れというものが加速することが考えられるわけですから、枝野代表が続投してくれた方がよほど自公政権としては都合が良いわけです。また枝野さんに対するやめるなという声が上がるのと似たような展開として、共産党のリーダーである C さんは全く責任など私にはないということを断言しています。志委員長は日本共産党の指導者なわけですが、中国共産党と大して体質的には変わりないなということを一つ体現している人物でもあります。なぜならば彼は2000年代に委員長になってからこれまで一度としてその座を降りることなくずっとトップに居座り続けています。共産党というのは基本的に独裁者を生み、指導者たちに尽くすための集団体制というものを整える、そのような共産党の基本精神といったものは結局のところ日本共産党であろうと中国共産党であろうと全く変わらないんだなというところを今でも現実問題として我々に突きつけているからです。そしてそのような共産党が今回の連携といったものを発端として立憲民主党をもう手放さないぞということを強く伺わせる状態になっています。次の立憲民主党の代表が誰になるかというのはまだ定まってはいないわけですが、共産党の魔の手がどんどんと浸透していくことは今後もより多くの支持者離れを引き起こすことでしょう。ですから今後の政界にとっては非常に健全なことかもしれません。もともと立憲民主党というのは私にとってみれば非常に不健全な野党にしか見えませんでしたから、共産党と一緒になって今後多くの支持者離れが起こり、それによって衰退していくのは他の健全な野党が育つ土壌となりうるからです。また立憲民主党の枝野代表が変わることによってリフレッシュさがアピールされるだろうという話についても結構疑問符がつきます。なぜならば次の代表が誰になるかといった点について知名度の高い人であれば
その人というのはかつて政権を取った時のメンバーとほとんど変わらない人が結局出てくることになるからです。例えば蓮舫さんが代表になるようなことになれば、あの人一体何年前からずっとそのように党の中心にいたのみたいな話になるわけで、結局以前の政権を取った時と顔ぶれが変わらないじゃないかという批判を招くこととなります。一方においてそのような人物を外すと今度はどうなるかといえば、枝野代表以上にあなた誰なのという状態がより進行することとなります。今回の選挙というのはそのようにして立憲民主党にとってはより混迷を深めて衰退の一途をたどるのではないか、そのように考えられるターニングポイントとなる選挙だったと言えるでしょう。皆さんは今後の立憲共産党の栄枯盛衰をどのように考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってみてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後には評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。